はい、こんにちは。今回なんですけれども、タイトルの通りですね、2万円台の完全ワイヤレスイヤホンのランキングをですね、やっていきたいと思います。このチャンネルですと、1万円以下のランキング、それから1万円台のランキングとですね、立て続けにランキングの動画をですね、ご紹介したんですけども、今回は2万円以上、3万円以下で購入できる完全ワイヤレスイヤホンのランキングとしてご紹介していきたいと思います。完全ワイヤレスイヤホンですね、様々な価格がありますけども、その中で2万円台という位置づけはですね、昨年までですと結構もう各社のフラッグシップモデルだったりとかがもう入ってくるような価格帯だったんですけども、今年はですね、3万円以上のですね、モデルっていうのがたくさん出てはいるんですが、2万円台っていうのはあまりですね、昨年までに比べるとラインナップとしてはですね、少なかったのかなと感じています。そんな中でですね、現在ですね、新品で2万円台で購入できる完全ワイヤレスイヤホンをですね、ランキングとしましたので、ぜひですね、最後までご覧ください。注意点としましては、これまでの動画と同じですけども、私がですね、実際に購入して使ったものの中からランキングとしてですね、ご紹介しますので、私が持っていないものはランキング外となっています。めぼしいものですと、今年発売されたファーウェイのフリーバッツプロ2だったりとか、ヤマハの TWE7B だったかな。そちらも私はですね、レビューしてないので、ランキングにはですね、もともと入っていないということはご了承いただければと思います。ちょっとですね、こういうチャンネルですと、かなりですね、予算っていうのがかかってきて、予算をですね、どこに振り分けるかっていうのがあるので、なかなかですね、購入できないっていうのがちょっともどかしいところではあるんですけども、そこはですね、ご了承いただければと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしてますので、まだチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、早速ですね、第5位からやっていきたいんですけども、2万円以上の完全ワイヤレスイヤホンのランキング第5位は、こちらですね。ジャブラのエリート7アクティブとなります。こちらですね、この名前を聞いてですね、って思った方ですね、いらっしゃるかもしれないんですけども、このエリート7アクティブは昨年のモデルで、現在ですと結構価格がですね、ガンガン上下していまして、今撮影している段階でも、Amazon でですね、1万5000円ぐらいで購入できるので、2万円以上じゃないだろうって思った方ですね、いらっしゃるかもしれないんですけども、通常ですと、2万2000円ぐらいのものになっていて、なんでですね、こんなに価格がですね、7000円ぐらいですね、上下をですね、頻繁にするのかっていうのはわからないんですけども、普通だとですね、2万2000円ぐらいのものということで、今回ですね、2万円以上のランキングに入れさせていただきました。2万円台としてですね、扱ってもですね、5位に入る通り、かなりですね、個人的には気に入っているイヤホンになっています。外観はですね、こんな感じになっていまして、平べったいケースになっていて、こういう向きでですね、置くイヤホンになっていて、このチャンネルだとですね、結構何回も登場しているので、もう見飽きたって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、ジャブラの中でもかなりですね、コンパクトなイヤホンになっていて、めちゃくちゃですね、フィット感がいいっていうのが特徴です。このサイドのところがですね、シリコンのようになっていて、このですね、フィット感がめちゃくちゃ気持ちがいいです。サイズもめちゃくちゃコンパクトなんですよね。で、ジャブラらしくこちらですね、タッチセンサー式のように見えますが、物理ボタン式になっていてカチカチと押し込めるので、操作ミスなんかもありませんし、めちゃくちゃですね、操作感も快適です。今回もですね、点数表をつけたので、こう出しておくんですけども、やっぱり装着感とか操作感の部分がですね、かなり点数が高いというところがポイントですね。あとはまんべんなく高得点を取っていますけども、もともとですね、ジャブラっていうのは通話品数がですね、高いというのは定評もありまして、そちらもですね、点数が高くなっているかなと思います。あとは機能性、カスタマイズ性なんかもですね、高くて、ノイキャンや外音取り組みももちろんワイヤレス充電もありますし、今年の頭ぐらいにですね、マルチポイント接続のですね、アップデートも入りまして、マルチポイント接続にも対応したとかですね、ジャブラはですね、バグとかですね、そういうのがなくて、しっかりとですね、完成度が高くて、ストレスなく使えるっていうのがいいポイントなんですよね。最近ですね、イヤホンとかのレビューですね、たくさんしていまして、3万円以上するモデルでも結構ですね、不具合というか、あれここどうなってんだろうっていうのがあるんですけども、ジャブラはそういうとこはないっていうのがめちゃくちゃいいポイントで、もう安心安全のジャブラって感じになってますね。音質だけを見たらですね、上位のモデルとかに比べるとちょっと落ちるのかなっていう感じはするんですけども、高音域から低音域までですね、まんべんなく綺麗な音を出していて、どっかの音域をですね、強調しているというモデルではないんですが、ずっとですね、イヤホンをしていて、例えばジムでですね、ワークアウトするときだったりとか、何か作業をしながら音楽を聴くっていうときはですね、全然聞き疲れもありませんし、ずっとですね、耳につけていられるっていうのがとてもいいポイントです。先ほどご紹介した通り、かなりですね、安く購入できるタイミングがありますので、そういう時に買えばですね、通常ですと2万円以上するモデルではあるものの、1万5000円ぐらいでもですね、購入できるタイミングがあるので、そういうタイミングを探してみていただければと思います。ということで、2万円以上の完全ワイヤレスイヤホンのランキングの第5位は、ジャブラのエリート7アクティブとなりました。
続きまして、2万円以上の完全ワイヤレスイヤホンランキング第4位はこちらですね。ソニーのリンクバッツ S となります。このリンクバッツ S はリンクバッツシリーズの第2弾ということで、フラッグシップの WF1000X Mark IV よりも本体がですね 40% ぐらい小さくなったというポイントもかなりですねいいポイントだったイヤホンになってますね。外観をですねしっかり見ていくとこんな感じのイヤホンになっていまして、この色ですと真っ白なですね、筐体にソニーとですね、彫られているだけで色もついていない、かなりシンプルなイヤホンになっていて、イヤホンケースを開けてもこんな感じでかなりシンプルなんですよね。形状は上位モデルのですね WF1000X Mark IV に似てるんですけども、かなりシンプルです。これがですね、いいなと思う方もいれば、シンプルすぎるなって思う方もいらっしゃるかもしれないなと感じています。私個人的にもですね、シンプルなイヤホンは好きなんですけども、ちょっとシンプルすぎて、開発途中のですね、モックみたいな感じに見えちゃったっていうこともありましたね。ただ、ソニーがですね、出してくるだけあって、しっかりとですね、作られていますし、このコンパクトさっていうのはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。やっぱり上位のですね、WF1000X Mark IV と比べると、親と子供みたいなですね、ぐらい、これぐらい差がありますので、WF10X Mark IV ですね、外でつけている人たくさん見かけると思うんですけども、あれはでかすぎるだろうって思う方にとってはですね、めちゃくちゃいい選択肢の一つなんじゃないかなと思います。点数表もですね、こんな感じで出しておくんですけども、やっぱり先ほどですね、お伝えしたような、この見た目っていうかですね、ちょっとなんかモックみたいな感じっていうところで、ビルドクオリティとかデザイン面なんかの点数を下げているという形になってます。ただ、機能面なんかはですね、めちゃくちゃ高くてですね、ノイキャンや外音取り込みはもちろん、あとマルチポイント接続もですね、先日のファームウェアアップデートで入ったりとかしましてですね、ポイント高いです。ソニーのですね、360リアリティオーディオという空間オーディオにも対応していますし、ハイレゾ音源のですね、LDAC にも対応しています。リンクバッツシリーズのですね、特徴としまして、例えば Spotify をですね、イヤホン操作で立ち上げられたりとか、エンデルというその時の状況に合わせて自動でですね、音楽を作ってくれるですね、機能だったりとかですね、そういうものとの連携なんかがあったりするっていうのもいいポイントかなと思います。他のイヤホンにはないそのような機能も搭載されているということで、機能性なんかは上がってますね。あとは外音取り込みですね。マイクなんかも優秀で、外の音なんかも綺麗に聞こえますし、通常のですね、穴が開いているリンクバッツに比べるとさすがにそれよりはですね、低いかなと思うんですけども、十分ですね、音楽をかけたまま外音取り込みにして会話なんかも楽しめるという部分もとてもいいポイントです。価格もですね、現在一応2万円台ではあるんですけども、2500円でですね、Amazon だと購入できるということで、ほぼ1万円台に近い価格で購入できるっていうのもいいポイントです。ソニーのイヤホンもかなりですね、完成度が高いですし、技術力なんかはありますから、不具合になっているのもほとんどないので、とてもですね、いいポイントではあります。ちょっとですね、小さめの WF1000X Mark IV だと思って使えばですね、もう全然クオリティも高いですし、やっぱり耳がですね、ちょっと小さめの方にはこれぐらいですね、コンパクトなイヤホンっていうのもいいんじゃないかなと思いました。音質はですね、ソニー製品らしくて、丸みを帯びていて温かめのある音質になっています。ですので、こちらもですね、音楽を聴いていてですね、リラックスできる、安心できるような音質になっていますので、様々なですね、楽曲にも合いますし、何か作業をしながら BGM 的にですね、音を聞いたりとかですね、ずっと聴いていられるっていうのはやっぱりですね、ソニーのいいところかなと思います。上位モデルの WF1000X Mark IV なんかに比べると、ドライバー自体がですね、かなり小さいドライバーで、完全ワイヤレスイヤホンの中でもかなり小さめな 5mm というですね、ドライバーが搭載されていますので、音のですね、パンチなんかですと、ちょっとですね、上位の WF1000X Mark IV に比べると落ちてしまうかなって感じは正直あるんですけども、それでも全然ですね、満足できる音作りがされているかなと思います。このですね、ソニーのリンクバッツ S と WF1000X Mark IV の比較動画なんかも上げれますので、気になる方はですね、そちらもチェックしていただければと思います。ということで、2万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第4位はソニーのリンクバッツ S となりました。はい、続きまして2万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第3位はこちらですね。こちら昨年のモデルなんですけども、テクニクスの EAH-AZ60 となります。こちらはですね、昨年の私のチャンネルでの完全ワイヤレスイヤホンランキングだと第2位としてですね、ご紹介したモデルになっているんですけども、こちらですね、見ていただくとわかる通り、結構ですね、パッと見た感じは結構重厚感なんかがあって、金属感もあってですね、かっこいいイヤホンになっています。テクニクスはですね、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけども、パナソニックが展開している公共オーディオメーカーで、家族感が高くてキレがあるですね、音質を得意としているメーカーだなと個人的には思っています。外観をですね、細かく見ていくとこんな感じになっていまして、かなりですね、かっこいいイヤホンだなと思いますよね。こんな感じの金属感があるイヤホンになっていて、見た目ですね、めっちゃかっこいいんですよね。ただ、
これですね、実際に持ってみると、このですね、見た目ほど金属感ってなくて、結構ですね、プラスチック感なんかもあって、そういう部分でですね、ちょっとギャップがあるなというのは感じていますね。本当の金属じゃなくて、金属っぽさをですね、出しているだけという形になっているので、ビルドクオリティやデザインもこんな感じでですね、めちゃくちゃ高いわけではないという感じですね。見た目ですね、もちろんかっこいいんで、そこそこ高得点ではあるんですけども、上には行きづらいなという部分ではあります。機能性やカスタマイズ性とかですね、その他の部分もかなりですね、高得点ばかりになっていて、昨年でもですね、いろんな YouTuber さんが1位とか2位に選んでいる通り、かなりですね、2022年の年末でも十分ですね、通用するモデルになっています。機能性、カスタマイズ性なんかもこんな感じで高いんですけども、このですね、EAH-AZ60 の難点は、ワイヤレス充電がですね、ついていないという部分なんですよね。今の時代ですと、皆さんですね、いろんなデバイスをですね、持っていると思いまして、スマホはもちろん、このようなイヤホンもそうですし、iPad なんか持っていたりとかですね、Apple Watch をはじめとしたスマートウォッチなんかを持っていたりして、様々なデバイスを持っているので、充電がですね、大変だということもあると思うんですけども、その中で、やっぱりですね、ワイヤレス充電がついていないということで、そこはなかなかですね、機能性やカスタマイズ性の部分で高得点を取りづらいのかなと思っています。音質はですね、先ほどもちょっとご紹介した通り、テクニクスは結構キレがあって、パリッとしたですね、音質になっているので、テンポの速いですね、楽曲ですね、ロックとか EDM なんかにもですね、合いやすいですし、そういう音楽を聴く方っていうのはとてもですね、合うんじゃないかなと思っています。あとはですね、特筆すべきところとしましては、通話品質ですね。こちらのイヤホン発売された時に、周りがですね、ざわざわした瞬間でもピタッとですね、周りの雑音は入れずに、自分の声だけを相手に届けさせてくれるというですね、プロモーションムービーなんかも作っていたと思うんですけども、やっぱりですね、通話品質はめちゃくちゃ高いです。今回ですね、改めて録音した音声ですね、一通り比べてみたんですけども、今回の中では一番ですね、綺麗に聞こえたかなと思いまして、9点というですね、通話品質になってますので、よりですね、ビジネスとかの通話でざわざわしたとこで通話するとこがあるから、通話性能が高いですね、イヤホンが欲しいって方にもおすすめのイヤホンになっていて、音質や高級感、それが通話品質なんかもですね、高いレベルで実現しているイヤホンになっています。こちらはですね、昨年のモデルではありますけども、2022年でもですね、全然ですね、通用するモデルとなっていますので、中古市場なんかでもですね、結構行われてきていると思いますので、その辺もですね、ぜひですね、チェックしてみてください。ということで、2万円台の完全ワイヤレスイヤホンダイキング第3位はこちらのテクニクスの EAH-AZ60 となりました。はい。ということで、2022年の2万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第2位は、こちらですね。先日発売されたばかりのヌアールの NEXT1 となります。こちらはですね、ヌアールのですね、最新モデルとなっていて、これまで発売されたヌアールの中ではですね、一番のハイエンドなモデルとなっています。フラッグシップとは歌ってなかったと思うんで、さらに上が出るのかもしれないんですけども、現状だとですね、これが一番のハイエンドモデルとなっていて、高級感も素晴らしいですし、価格はですね、ギリギリ2万円台の 29,700 円という価格で購入することができます。最初にも少しお話ししましたが、今年はですね、3万円以上のイヤホンっていうのがめちゃくちゃいっぱい出ていて、各社ですね、一番高いモデルはもう3万円以上というものが多い中で、2万円台にですね、ギリギリ収めてきているっていうのはめちゃくちゃですね、良心的なポイントかなと思っています。外観をですね、しっかり見ていきますと、こんな感じになっていて、結構ですね、このデザインとか色味なんかっていうのも高級感があってですね、めちゃくちゃいいかなと思っているんですよね。このですね、黒に目立ちすぎない感じでヌアールとですね、書かれていたりする部分だったりとか、このイヤホンの形状ですね、この辺なんかもめちゃくちゃかっこいいですし、このですね、イヤホンケースの中とかですね、この辺もこだわってるなと感じます。普通だとイヤホンケースの中にですね、垂直にですね、イヤホンをこう収めるのが多い中で、こんな感じでですね、斜めに収まっていたりなんかして、こういうイヤホンもですね、ありそうでない設計になっていて、この辺なんかもですね、高級感を感じられます。得点表もですね、こんな感じに出していて、ビルドクオリティとかですね、デザイン面なんかもかなりですね、高得点になっていて、今回ご紹介する中で一番高い 9.5 点というですね、点数をつけさせていただきました。先ほどのテクニクスは見た目ですね、かなり高級感あるけど、触ってみるとそうでもないよって言ったんですが、このヌアールはですね、触ってもですね、かなりしっかりとした作りになっていまして、持った感じのですね、所有欲なんかもかなりですね、満たしてくれるイヤホンになっています。ちょっとですね、やっぱりこの指紋なんかは目立つんですが、なんか白だと目立たないらしいので、もしそういうのが目立つのが嫌いって方は白をですね、購入していただいてもいいのかなと思います。あとですね、音質もですね、めちゃくちゃ綺麗で、ボーカル重視の楽曲なんかにはですね、めちゃくちゃ合うなと思っていて、音質もですね、今回のランキングの中では一番のですね、9点とさせていただいております。ただ、ノイキャン性能はですね、かなりマイルドで、それはですね、
わざとそうしているということなんですけども、ノイズを抑えるっていう意味だと、分かってはいてもなかなかそこをですね、特定に換算するのは難しいなということがあって、そこはですね、点数を下げているという形になります。ですので別にノイキャン性能はそんな高くなくていいから、しっかりとですね、ノイズをカットしてくれるのは、実感できて、音質がいいモデルだったらいいという方ですと、こちらはですね、一番いいと言ってもいいイヤホンになっているかもしれないんですけども、なかなかですね、点数にそこを反映させるっていうのはちょっと難しいなと感じましたね。あとは、機能面やですね、カスタマイズ性も、十分ですね、いろんなことができるんですが、こちらはですね、脱着センサーがついていないということもあって、イヤホン外していてですね、このタッチセンサー触っちゃうとタッチがですね、できてしまう部分でもあったりとか、あとはですね、マルチポイント接続の時に、2台のデバイスを接続していて、イヤホンの電源を1回切ると、もう1回ですね、取り出した時に、片方のですね、デバイスにしか繋がらないというのがありまして、こちらですね、仕様だっていうことなんですけども、他のイヤホンは取り出したらですね、2つのデバイスに自動で繋がるのに、このイヤホンは片方だけ繋がって、片方はですね、自分で手動で繋げなきゃいけないというところはですね、他のイヤホンと比較してしまうとやっぱり不利な部分かなと思っていますね。あとはまんべんなくですね、得点は取れていまして、操作感なんかもいいですし、外音取り込みの性能もですね、良くて、コンビニやスーパーの店員さんなんかとも会話できるということで、とてもいい部分かなと思います。めちゃくちゃですね、まとまっていて、とてもですね、いいイヤホンだなと感じています。今回ご紹介する中ですとですね、このイヤホンが一番価格的には高くて、もう3万円に近いですね、29,700 円となってしまってはいるんですけども、それを加味してもですね、めちゃくちゃいいイヤホンだと思いますので、気になる方はチェックしていただければと思います。ということで、2万円以上の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第2位は、こちらのヌアールの NEXT1 となりました。はい、ということで、2万円以上の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第1位は、こちらですね、ソニーの WF1000X Mark IV となります。こちらはですね、昨年の私のチャンネルの完全ワイヤレスイヤホンランキングですと1位としました通り、めちゃくちゃですね、素晴らしい出来のイヤホンで、発売当初はですね、こちらも3万円を超えていてですね、3万3000円だったと思うんですけども、そちらから、価格がですね、ぐぐっと下がってきて、今だとですね、2万5000円ぐらいで新品で購入できるイヤホンになっていますので、こちらもですね、めちゃくちゃいいイヤホンです。実はこの WF1000X Mark IV ですね、今はマルチポイント接続が入っていないんですけども、マルチポイント接続が入るよっていう告知だけはされていて、もうすぐですね、入るはずなんですが、先にですね、先ほどご紹介したリンクバツの方にマルチポイント接続が入って、この WF1000X Mark IV はなぜかまだ来ていないという状況になっています。リンクバツの方でですね、マルチポイントの動きなんかを確認できましたので、今回は一応ですね、そのマルチポイント入る前提でですね、点数をつけたという形になっています。外観なんかを見ていきますと、こんな感じになっていまして、こちら大人気のモデルですので、もう見たことある方っていうのも結構いらっしゃると思うんですけども、マットな質感のケースになっていて、このケースとかですね、イヤホンなんかも、かっこいいんですよね。個人的にはかなりですね、好きなデザインになっています。ただ先ほどお見せした通り、イヤホン自体はですね、リンクバッツ S なんかに比べるとめちゃくちゃでかいので、装着したところ写真で見てもこんな感じに見えるんですけども、かなり大きく耳を覆っているという形のイヤホンになっています。このイヤホンをつけている方はですね、街を歩いていても見かけるとき多いと思うんで、どんな感じかっていうのはですね、イメージしやすいと思うんですけども、耳が小さい方だとちょっとしんどいのかなっていう感じは正直しますね。点数表もですね、こんな感じで出しておきますけども、ビルドクオリティはやっぱりですね、素晴らしくて、かなりですね、かっこよさもあったりとか、インジケーターなんかっていうのも、今までだとなんか青と赤のですね、どぎつ色だったりするのが、こういうですね、緑でもなんか優しい感じの色になっていたりとか、充電した時のオレンジもですね、綺麗なオレンジ色になっていて、その辺なんかもめちゃくちゃですね、やっぱハイエンドなモデル使ってるなっていう感じがするんですよね。所有欲なんかはかなり満たされるモデルになっています。WF1000X Mark IV といえばこちらの金属部分なんですけども、風切り音を防止するためについているマイク兼用のものなんですけど、ここもですね、アクセントになっていて、先ほどのリンクバッツ S のようなちょっとですね、モック感なんかはないようなイヤホンになっています。イヤーピースなんかもですね、ウレタンタイプのものが搭載されていたりなんかして、やっぱフラッグシップモデルならではだなと感じていますね。点数が低い項目としましては、装着感と通話品質になってるんですけども、装着感に関してはですね、やっぱりこの大きさっていうのがあって、めちゃくちゃですね、耳に大きいものが乗っかってるなっていう感じがするので、そこはですね、得点はさすがに出しづらいかなというところです。走ったりなんかしてもやっぱこの部分がですね、グラグラって揺れる感じとかもありますので、運動
動にはですね、ちょっと向いてないかなっていう感じのイヤホンになってますね。あと通話品質もですね、今回の中では一番点数がこれ低いんですけども、リンクバッツ S なんかですと通話品質も高いんですけども、こっちの方がフラッグシップモデルとはなっていますが、通話品質だけ見るとこっちの方がですね、低いかなと感じています。ですので、通話はですね、できないことはないんですけども、よりですね、クリアな音声で、とにかくですね、不満なく通話したいって方はこれじゃなくて、今までご紹介してきたモデルですね、例えばテクニクスの AZ60 だったりとか、その辺なんかを使っていただいた方がいいかなと思います。ただ通話をそんなにしないんだっていうのであれば十分ですね、ちょっと友達と会話する時だったりとか、そういう時だったら十分ですね、使えるかなと思ってますね。あとはこのイヤホンの特徴としてはノイキャン性能がやっぱり強いっていう部分がありまして、今年出ました BOSE のですね、クワイエットコンフォートイヤバッツ2とか Apple の AirPods Pro 2に比べると落ちるんですけども、それでもですね、他のイヤホンに比べればノイキャン性能めちゃくちゃ強いので、しっかりとですね、電車の走行音だったりとかもカットしてくれますし、十分ですね、今でも強力なノイキャン性能をしています。あとはですね、音質もですね、先ほどご紹介したヌアラの NEXT1 に比べると改造感っていう意味だとちょっとですね、落ちるかなと感じてはいるんですけども、しっかりとですね、ソニーサウンドを再現してくれまして、高音域から低音域までですね、綺麗な音を聞かせてくれます。先ほど4位でご紹介したリンクバッツ S と比べると、ドライバーなんかもですね、しっかりと作られていて、音の迫力だったりとかっていうのもしっかりとですね、出してくれるという部分で、めちゃくちゃいいですね。あとは機能面なんかでもですね、入っていない機能はですね、今んとこないんじゃないかなっていうぐらいしっかりと作られていて、ノイキャンや外音取り込みはもちろん、ワイヤレス充電も入ってますし、脱着センサーも搭載されているので、耳につけてない時にですね、こう触ったって、勝手にですね、操作されたりなんかもしませんし、で、マルチポイントもですね、ちょっとですね、今年中に入ると思ったら入らなかったですが、もうすぐですね、無料のアップデートで来るということもありまして、今必要な機能っていうのはですね、全てですね、入っているんじゃないかなと思いますので、これめちゃくちゃですね、おすすめできますね。現在ですね、価格自体も新品でも25,000円ぐらいで購入できますし、めちゃくちゃですね、売れている分、中古市場なんかもこなれてますので、中古でですね、購入するって方もいいんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、チェックしてみてください。はい。ということで、今回は2022年12月版の2万円台の完全ワイヤレスイヤホンランキングということでご紹介しました。最初にもご紹介した通り、2万円台のですね、めぼしいイヤホンってですね、今年あんまり発売されなかったんじゃないかなと思ってまして、私のですね、予算の都合でそこをチェックできなかったっていう部分もあるかもしれませんが、昨年ですね、3万円以上とかで発売されていたモデルが価格が落ちてきて購入しやすくなったっていうものがですね、結構あったりして、1年前のモデルでもいいから、少しでもですね、安くいいイヤホンが欲しいって方には、いい価格帯なんじゃないかなと思います。やっぱ最新のですね、フラッグシップモデルが欲しいって方ですと、今だともう3万円以上のモデルっていうのがいっぱい出てますので、その辺をですね、チェックしていただきたいんですけども、そうじゃないって方はですね、2万円台のモデルでもめちゃくちゃですね、いいモデルたくさん出てますので、その辺ですね、チェックしてみていただくといいんじゃないかなと思います。どのイヤホンもですね、特色がありまして、いい部分とかですね、気になる部分なんかもあるんですけども、私のチャンネルではですね、それぞれのイヤホンの個別のレビュー動画だったりとか、比較の動画なんかもですね、上げたりしていますので、気になるイヤホンがありましたら、その辺もですね、チェックしていただければと思います。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルだとですね、2022年のまとめの動画というのは、1万円以下のランキング、1万円台のランキング、そして今回の2万円台のランキングということですね、ご紹介してきたんですけども、ギリギリまでですね、いろんなイヤホンが発売されたということもあって、3万円以上するですね、ハイエンドのイヤホンのランキングっていうのはちょっと年内だとですね、間に合わなかったんですが、2023年の早いうちに作っていきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。それから私は Twitter もやってまして、Twitter ではこのチャンネルの更新情報だったりとか、新しいイヤホンのですね、ファーストインプレッションなんかもですね、アップしていたりしますので、そちらもですね、フォローいただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。